皆さんこんにちは。一人で旅をしているプリンです。世界一周の後半旅のスタートです。羽田から関西国際空港に飛ぶんですけれども、羽田空港でお腹をいっぱいにしてから行こうと思います。羽田エアポートガーデンにあるオールデイダイニングにやってきました。めちゃくちゃ長い入場待ちの列ができていました。10分ぐらいで潜入に成功しました。ビュッフェではなく一品料理スペシャルにしました。それではいただきます。クワトロフロマッジリゾットです。美味しい。そして海鮮丼。美味しい美味しい。ポルチーニとキノコのクリームパスタです。何を食べてもここは美味しい。健康のための野菜を忘れていました。あとパンです。この日は祭日だったんですけど、ものすごい混んでました。大変美味しかったです。大満足です。それでは出発の第2ターミナルに向かいます。やばいやばい。余裕をぶっこいてたら出発ターミナルが違うことが発覚。今回の出発ターミナルは第1ターミナルということを知らず、第2ターミナルでずーっとうろうろしていました。ギリギリなんだけど、わかんなすぎなんだけど、この先の旅が思いやられる爪の甘さ。マジやっと着いた。多分ここだ。マジ全日空便を取ったつもりが、なんとスターフライヤーだったみたいです。今知りました。無事に搭乗できました。焦った。関西国際空港まで1時間の旅です。無事に到着。ポテジュに来るために早めに関空に到着です。プライオリティパスを使って持ち帰りをします。三島コロッケと塩バターどら焼き5個入り、たこ焼きに冷やし飴。冷やし飴初めて飲みます。どれどれ？あ、美味しい。三島コロッケいただきます。ちょっと油っぽいかな。絶対美味しいに決まってる。それではたこ焼きいただきます。とろとろでふわふわで熱々でめっちゃくちゃ美味しかった。お腹が満たされたところでシャワーを浴びたいと思います。エアロプラザにあるエアポートカフェラウンジの中でプライオリティパスを使ってシャワーと休憩をしたいと思います。日中汗をかいたのでシャワーを浴びれるのはありがたい。お風呂のセットはこんな感じです。そしてフェイスタオルが1枚ついています。バスタオルは有料でした。私はこのフェイスタオルで頑張ってやってみます。シャワールームはすんごい綺麗に掃除されていました。すっきりした。満喫みたいなところでしばし休憩をします。フェイスタオル1枚で体拭くのはやっぱり無理あるな。空港のターミナルに戻ってきました。自宅から関空までスーツケースを送っていたので、そちらを引き取りに行ってきます。フライトの3時間前でカウンターがオープンしました。シンガポールエアラインは H カウンターでした。これから荷物を預けます。重さ 12.6 キロでした。飛行機って遅れてる。はい。そうですか。乗り継ぎがあってちょっとギリギリなんですけど、はもしそのギリギリになってしまった時からあればシンガポール国時にちょっとご案内をしていただく形になるので、一旦こちらのままで。わかりました。じゃあ乗り継ぎ1時間ぐらいはある感じですか？40分とかですかね。今のところ1
1時間ぐらい、あ、はい。この便なんですが、装着すればさらに時間稼げますので、あ、はい。1時間のものに関してはおそらく大丈夫だと思いますので、わかりました。何かあれば現地のスタッフにお声掛けいただければ、はい。あ、はい、わかりました。2000円分のお食事券、ミルククーポンという形でお渡しをさせていただいておりまして、あ、はい。朝1点から分まで直接のお預かりになっております。ご乗車口をしてるんですが、ちょっともしかすると変動もある可能性ございますので、チェックして、はい、わかりました。お乗りお受けします。すみません、ありがとうございます。ぬわんと2時間のディレイに。そして遅れてごめんなさい券2000円分もらったので、せっこい私はスタバでデカフェとお菓子を大量に購入。フライトまで4時間ぐらい時間ができてしまいました。シンガポールのチャンギ空港で乗り継ぎ時間が3時間ぐらいあったんですけど、1時間に短縮。チャンギ空港でシンガポール航空のラウンジに入るのをとっても楽しみにしていたのに、ダメかー。とっても残念であります。人がいなすぎてファストトラックの意味ないけど使います。ラウンジでビールでも飲んで過ごします。桜ラウンジを案内されました。潜入。お腹はいっぱいですが、何があるか見てみましょう。ビーフカレーがありました。サラダバーです。スパゲッティ、たこ焼きとなんかのカップ、枝豆とサンドイッチ、野菜の煮物、ビールのサーバーもあります。抹茶のカットケーキ、お酒いっぱいありました。柿の種とクッキー、コーヒーマシーン、トマトジュースと JAL オリジナルドリンク。とりあえず金色の液体をいただきましょう。よしよし、いずいぞ、あわわ。枝豆とコーンスープとカレーライスとビール。もう深夜だから軽めにね。あともうちょっとだけ。そしてディレイのシンガポール便の人に弁当が配られました。そしてまた衝撃。あと1時間遅れるそうです。乗り継ぎは絶望的。出発ゲートの前で待つことにしました。いつも10時台に寝る身としては眠すぎる。はい、ありがとうございます。やっとだぜ。窓際のソロシートを取りました。一度乗ってみたかったシンガポール航空のビジネスクラスです。何があるか見ていきましょう。ヘッドホンがあります。メニュー表とお水があります。袋入りのアイマスクと靴下とスリッパです。そしてふかふかの枕と掛け布団です。アメニティ期待してたんですけど、とっても地味でした。ナイトキャップにスパークリングワイン、機材は787のダッシュ10。もう眠くてしょうがないので、飛んだらさっさと寝ようと思います。飛ぶ前にこれ閉めたい。立て付けが悪く閉まりません。そして見つけてしまいました。めくれています。やだ。やっと動き出しました。3時間半遅れで出発です。飛べばもういい。
それではおやすみなさい。周りが騒がしくて起きました。あと2時間弱でシンガポールに到着です。朝食はアメリカンブレックファーストをお願いしました。まずはフレッシュジュースとフルーツプレートです。濃厚なオレンジジュース美味しい。パンが届きました。美味しそうです。メイン料理はスクランブルエッグとチーズのクレープです。美味しそう。何このおしゃれな料理。美味しそう。ふわふわで口にとろける軽い食感。表面のおこげがアクセント。香ばしくて美味しい。あと1時間ぐらいで到着です。昨日のボロボロのシート夢だったらいいなと思ったら夢じゃなかったです。無事にシンガポールチャンギ空港に到着です。約3時間の遅れで到着です。地上のスタッフが振り替えの案内をしてくれるとのことです。便が変わるので名前のプレートとか掲げてくれてると思っていましたが、自分の名前はありません。後期した時にエアラインからフライト変更のメールが届いていました。9時10分発の飛行機に変更です。あと45分ぐらいで出発です。歩いて行けとのことです。マジか。ちょっと待って。New flight ticket. I have not. Yeah. New ticket. New ticket. You don't have your new boarding pass? Yeah. No have. New What boarding flight pass. is that? Huh? Uh, Okay, Kuala Lumpur, is it? Okay, Yeah, please yeah. go to table 1. Here. Table 1. Get your new boarding pass. 危ない。新しい便のチケット持ってなかった。 Your flight? Yeah. That's you going to where? Yeah, you can go to F35. Thank you. Baggage. F35. Go to the gate F35. Yeah. 何時 ?8 時嘘20分しかないじゃん。搭乗の時間が8時40分であと20分しかありません。マジで嘘。なんで私だけ歩きなの？30。やだ。早く。どうなってんの？やだ。ギリギリなんだけど、なんで9分かかるとか言ってんだけど、マジで言ってんの？間違えた。こっちじゃなかった。間違えた。こっちだ。トラックに引っかかった。こっちだ。着いた。あ、よかった。間に合った。いや、sorry. No, it's okay. Sorry. Thank you. Have a pleasant Thank you. flight. Thank you. セキュリティチェックをしてゲートに入り、すぐに機内に乗り込みます。いやー、マジで焦りました。35番ゲートは結構遠かったです。迷ったのもあったんですけど、小走りで20分ぐらいかかりました。
わかりやすい空港だけど焦ってるからてんやわんやでマジで半泣きでした。それでは機内に乗り込みます。すごい残念。変更前の機材は窓際のソロシートだったのにな。マジか。古い機材になっちゃいました。窓際の席だからよしとしておこう。9時10分発でしたがプッシュバックが9時25分、飛んだのがまだ先の9時45分でした。本当はシンガポールの空港で乗り継ぎ時間が 3,4 時間あったので、シャワーを浴びて歯を磨いて化粧をしてご飯を食べておめざのビールを飲んでという計画でしたが、顔も歯も洗わないでこの飛行機に乗り込むことになりました。最悪乗り遅れるということもあったのでマレーシアに着けばいいと思ったんですけど、リクライニング壊れていて倒せません。1時間のフライトですが機内食が出ました。 CA さんの英語がわからなくてフレッシュフルーツだけ聞き取れたのでそれにしたらこんな素敵なのが来ました。おっさん女子もテンションが上がります。フレッシュフルーツとヨーグルトの丼です。私としたことが丼を持ち上げて食べちゃいました。見た目以上に素晴らしい大変美味しい朝食でした。マレーシアが見えてきました。1時間はあっという間です。無事にマレーシアに到着です。私のスーツケース無事に届いてるかしら。超かっこいいんだけど、何これ。クアラルンプールの空港があまりにもキラキラしていて綺麗で感動しています。すごいすごい。人がいなくてちょっとわからないけど、こっちがイミグレーションだろうな。途中レトロな街の再現みたいなのがありました。とても広い空港なのでバスで移動するようです。とりあえず人についていけばイミグレーションに着くと思います。いやーよかった、着きました。いやーよかった、本当にどうなるかと思って。タクシーの勧誘がバンバンあります。私はこれからバスでマラッカに向かいます。案内表示を見てバス停に行こうと思ったんですけれども、全然わからなくて行ったり来たりさまよい歩きます。もうマジ大変だけど頑張る。わかんないもん本当に全然。これやっと着いたっぽいです。あの窓口ってチケット買うのかなっていうか現金まだ両替してないや。とりあえず20分後のバスをカードで買おうと思います。11時45分発にしたんですけれども、トイレに行って戻ってきたら放送で名前を呼ばれていて急いで戻ります。マラカ？まだ全然時間じゃないのにこのバスに乗れって。いやいや、マラカ行き？こうマラカ？いや、マラカ。マラカ？なんかよくわからないけどマラッカって言ってるからいいか。せかされるように乗り込みます。わー、すごい。パリピなシートのバスにお
ばちゃん2人と私の3人しか乗っていません。3人ぼっち。ちなみにこのバスは香水の匂いがプンプンです。お金両替1円もしてないのに乗ってきちゃった。どうしよう。どうしよう。チェンジバスとか言われて降りてます。チェンジバスだって降りてます。あ、これ私のです。チェンジバス？なんでチェンジ？あっち？なんでチェンジバス？マラカ？いや、チェンジバス。今度はこれに乗れって、さっきのおばちゃんの後をついていきます。なんかすごいいっぱい乗ってんだけど。じゃあ後ろの方にしようかな。パリピなシートは一緒でした。とても怖いんだけど、バスを乗り換えさせられました。どうするんだろう。まずマラカって言われたからあれだけど、行くんだよねこれね。なんだかよくわからないけど、車内で45分待機させられました。ガソリンを入れるのにさらに15分。トイレが心配で仕方がない。行けない状況が一番行きたくなる。ずっと電話してる人と無呼吸症候群のいびきの人がいて、マジカオス。高速に入って1時間。行きたい。トイレに行きたい。無呼吸症候群の人、時々息が止まる。心配になってきた。人のこと心配している場合じゃない。トイレ行きたい。sorry。足を踏んでしまった。無事にマラッカのバス停に着きました。無呼吸症候群の人も元気にバスを降ります。よかった。とんだおせっかいだけど、そんなことより早くトイレ行きたい。よいしょ。トイレ行きたい。トイレ。とりあえずタクシーの呼び込みは無視をしてトイレを探します。トイレ。やばい、超楽しい。トイレ、とりあえずトイレ。あった、トイレ見つけた。お金ない。マジでないお金ないや。お金ないから入れないわ。どうしよう。とりあえず両替だね。ATM 発見しました。ATM でキャッシングをします。500リンギット下ろしました。約17,500円です。早くトイレ。シュビドバ。この感じ。安心したところで、これからグラブを使ってホテルに向かおうと思います。タクシーに乗る前に帰りのバスのチケットを買ってから行こうと思います。クアラルンプールに帰る日がちょうどマレーシアの祭日にあたりますので、混む予想です。取れない可能性がありますので、前もって取っておきます。コンピューターでの購入は意外と簡単で、フィーリングでなんとか買えました。グラブでタクシーを呼んだんですけど、全然会えなくて絶望していた時にやっと会えました。私の待っているところが悪かったんですけど、とっても親切な優しい方でした。マラッカの素敵なところをいろいろ教えてくださいました。ここまでいろいろあったけど、こちらの方のおかげですごい癒された。マラッカのレトロな街並みが見えてきました。プ
ちにホテルに到着です。アーバマラッカホテルです。やだ、かわいい。こんにちは。めちゃくちゃ好み。なんだか楽しい旅になりそうです。ダブルブッキング？皆さんこんにちは。一人で旅をしているプリンです。マレーシアのマラッカに到着しました。滞在するホテルはアーバマラッカホテルです。めちゃくちゃ好み。やだ、かわいい。こんにちは。本当にホテルが可愛すぎて心打ち抜かれました。羽田空港を出てから約24時間かかってホテルに到着。大変だったこともぶっ飛ぶぐらいすごい素敵です。ちなみにここまでの珍道中を説明しますと、飛行機が3時間遅れて乗り継ぎに間に合わず便が変更。その便もギリギリの時間で大慌て。マラッカ行きのバスもなかなかカオスで乗り継ぎさせられたり、3時間のバスの移動中はトイレが行けず、現金もなくて水も買えず打ちのめされていました。でも本当に着いてよかった。フロントの方が少し日本語を話せたのでさらに安心してほっとしました。ダブルブッキング？まさかのあれでした。エレベーターなしでした。もう可愛いからいいや。頑張ります。可愛いから。やばい。ダブルブッキングだったみたいなんですけど、部屋はなんとかありそうです。エレベーターはなく、自力で荷物は上げ下げしなくてはいけません。なんて可愛い建物なんでしょう。すごい気に入っちゃった。やった、209。ちょっとでっかく。なんだ変な音鳴っちゃった。カードイン。マラッカのホテルには3泊する予定です。アドバンテージルーム17,200円でした。それではルームツアーを開始します。清潔なダブルベッドがあります。壁紙の黄色が可愛い。無料のお水は2本と電子ケトルがあります。コンセントは3つ穴式です。台の下はスライド式になっていて、コーヒーカップとコーヒー紅茶のインスタントが用意されています。そして冷蔵庫があります。ビニール入りのゴミ箱と安楽椅子、とっても大きいテレビがありました。このでっかいアーモンドは置物なんだろうか。あと電話とティッシュがあります。そして大きい鏡です。開いてないね。よく聖書とか入ってるよね。お宝入れがありました。予備のトイレットペーパーと使い捨てスリッパです。
ハンガーは全部で7本ありました。それでは三つ葉を見てみましょう。きれいに掃除された真っ白なシンク。うがい用のコップがあります。私は気持ち悪いので紙コップを持参しました。歯ブラシが2本あります。シャワーキャップが2つあります。シャワージェルとシャンプーです。コンディショナーはありませんでした。洋式トイレです。ちょっとしんどい位置にトイレットペーパー、バスタオルは2つです。そしてシャワールームです。入ってみます。湯船はなくて残念ですが広々です。なんとシャワーヘッドは固定式です。これちょっと残念。部屋の前がまたすんごい可愛くておしゃれでテンション上がります。ちょっと1階を探検したいと思います。鳥かごのオブジェがまた可愛い。宿の方のこだわりが感じられるとてもキュートな飾りの数々。どれもとてもセンスが良く、宿も古いながらもとても丁寧に手入れがされているのを感じます。早速街の探検に出かけたいと思います。ちょうど雨が上がりました。ホテルの外はタイムスリップしたような街並みが続いています。こんな量り売りのお店があったり、結婚式の贈答品を入れるようなカゴも売っています。ミニチュアのカゴを発見しました。結構高い。欲しかったけど。今回訪れたここマラッカなんですけれども、2008年ユネスコ世界遺産に登録されました。東洋と西洋の文化を残すこちらマラッカのレトロな建築様式が評価されたとのことです。マラッカの港町で繁栄したグループをプラナカンと言います。プラナカンとは15世紀後半から移住してきた中華系移民の末裔を指すそうです。プラナカンの人たちが暮らしていたのがショップハウスと呼ばれている住居とお店が一緒になった建築です。このような間口が狭くて奥に長い建築をショップハウスと呼ぶそうです。マラッカはアンティークの街とも呼ばれていて、昔ほど多くは残っていないそうですが、骨董品店も何軒かあるので滞在中回れたらいいなと思っています。インド人街にやってきました。スパイシーな匂いが漂っています。呪物発見しました。黒いフォースを感じます。インドのスーパーマーケットに入ってみます。入り口にド派手なお菓子が売っています。気になる。インドのお菓子って激甘ですよね。このスーパーでスパイスの匂いを嗅いだら、まさにインドで、インドがいい意味でフラッシュバックしてきました。すごいインドは行きたいと思ってるんですけど、なかなか勇気が出ません。過去2回行ったんですけれども、両方とも体調不良になりました。もういい加減お腹が空いたのでお店に入ります。インド人街で高評価のレストランがあったのでちょっと入りづらいですけど勇気を出して潜入します。早くビールで乾杯したい。ここでいいか。ないビール。チキンビリヤニとペプシ。オッケー。なかなか注文を取りに来てくれないので言いに行きました。しつこいようですがビールがないのはとても残念であります。ありがとう。チキンビリヤニとペプシ。いいよね、ペプシで。
それがないからさ。乾杯ペプシ。缶のまんまいただきます。アジアの氷ちょっと怖い。お皿がかわいい本物の葉っぱが来ました。チキンビリヤニも登場。結構量多いですね。丁寧に葉っぱに出していきます。宝の卵飛んでいきました。どこ飛んでった卵。ウェットティッシュで拭いて食べるか考え中。いや、食べちゃダメだ。卵いただきます。すごいスパイスが効いていて美味しい。後ろの席の人が店員さんを呼んで、あの子宝の卵を落としたから変えてやってとお願いしてくれました。マジかみ。お宝ゆで卵、すごい嬉しい。危ない。今まで会ったマラッカの人、ほんとみんな優しいです。お隣に座った黄色い T シャツの人も親切にいろいろ話しかけてくれました。マラッカ1日だけですごい好きになっちゃった。ごちそうさまでした。お会計をします。はい、何だって？何語？何言ってるかわかんないから一番大きいお金出しとけばいいや。ありがとう。Thank you。ありがとうは元気よくね。マジ。めちゃくちゃ美味しかったこの店。探検を再開します。川沿いにやってきました。何あれ、流行りの髪型？カラフルな飲食店がいっぱい並んでいます。オランダ広場にやってきました。パリピな乗り物を発見しました。イカしてる。散歩をしながらホテルに帰ろうと思います。レトロな街並みに心が躍ります。とうっとり歩いていたら爆音で何者かが近づいてきます。静かな街に爆音暴走族。そして本日の締めにソフトクリーム。こちらのアイスクリーム2リンギット約70円です。すごい美味しいのにお財布に優しい。滞在中ほぼ毎日通いました。ホテルに戻ってきました。夜の雰囲気も素敵です。最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画で会いましょう。皆さんこんにちは。一人で旅をしているプリンです。マレーシアのマラッカ2日目の朝です。ホテルの朝食に一番乗りでやってきました。なんて素敵なレストランなんでしょう。
なんか糸みたいなのがあります。あ、違った。すごいレトロなかき氷機。朝食そっちのけで可愛いホテルに夢中です。ここに来るまでトラブルだらけだったけど、本当に来れてよかった。随所に宿のこだわりを感じます。朝食のメニュー表はこんな感じです。コーヒー紅茶のコーナーです。食パンのコーナーはこちらです。ココナッツのジャムが置いてあります。オーダーしたものが来るまでしばし待ちます。スクランブルエッグとソーセージ2本、パンケーキと煮豆にしました。美味しそうだけど足りないかも。それではいただきます。卵以外のものはインスタントのようでした。美味しかった。ごちそうさまでした。それでは早速街の探検に行こうと思います。ここマラッカは1年を通して30度前後の熱帯性気候です。湿度も 80% 以上とのことで、日傘と帽子は必須です。治安はそこまで悪そうではなさそうですが、バイクでのひったくりも多そうなので、気を引き締めて歩きたいと思います。熱中症以外でもデング熱や食中毒、特に胃腸が弱くて心配ですので、やりすぎには気をつけようと思います。今日は晴れとるね。フロントに人がいない時間は入り口に鍵がかかっていて、防犯もバッチリでした。中心地からは少し離れているので、夜も静かでした。マラッカ川の西側エリア、オールドタウンを散策します。おみくじのようなものなのかな？プラナカンのスイーツが売っています。食べてみたい。後で買おうと戻ってきたらほとんど売り切れていました。残念。人気店のようです。赤が印象的なオランダ広場にやってきました。オランダ広場といえばド派手でポップなトライショー。爆音で走る自転車型の人力車です。夢のような乗り物にノックアウトです。独特のセンスが際立つミューチキリンな乗り物。日本の白い猫キティちゃんが人気のようでした。オランダ広場は観光客もいっぱいです。傘小さ。オランダ広場の近くにセントポールの丘があり、ポルトガル時代に建てられたセントポール教会の廃墟が残っているとのことで、ちょっと行ってみます。観光客がいっぱいいます。マラッカは中華系の観光客がとても多いように感じました。教会の後は屋根は朽ち果てて壁面しか残っていません。街中に戻ります。いくら？お坊さんみたいな人にブレスレットをつけてもらいました。お坊さんにお布施をお渡しします。これじゃない。これでいい？はい。
当はいらないって断れなかった。レトロなアンティーク屋さんを発見と思ったら爆音が。爆音暴走族。気を取り直して潜入します。宝物がある予感。なんか商売っ気なくてすごくいい。ゆっくり見れます。セメダインの匂いの風船懐かしい。買い物したらこんな袋に入れてくれました。カフェでちょっと休憩をしようと思います。メニューがこちらです。カラフルなプラナ缶のスイーツと柚子ストロベリーソーダをいただきます。お菓子とジュースで16リンギット、約560円です。沈んでいるのでよく混ぜて。爽やかですごい美味しい。硬さを調べてます。なんてかわいいレインボー。味はまさしくウイローです。美味しい。今度はこの緑とブルーのをいただきます。もち米とウイローのミックスもすんごい美味しい。最後は真ん中の黄色いの。すべて甘さは控えめで、ウイローとか羊羹が好きな方は大好きだと思います。切り絵雑貨のお店にやってきました。かわいいポチ袋がいっぱいです。お店の方がとっても親切で、中の工房も撮影させてくれました。日本のこけしやひょっとこのお面みたいのもあります。日本のこけしもいっぱい販売されています。Thank you. Thank you. See you. かわいい。ありがとう。ありがとう。嘘。かわいい。ありがとう。バイバイ。See you. Yeah. Yeah. Thank you. お店のご主人がおまけに切り絵をプレゼントしてくれました。優しい人ばっかり。マラッカ、人を含めて世界遺産だな。素敵すぎる。お次はババ&ニョニャヘリテージ博物館に潜入します。入場料は18リンギット、約620円ぐらいでした。男性のプラナ缶はババと呼ばれ、紳士を意味する丁寧な言葉です。ニョニャは婦人を意味します。こちらのミュージアムは3軒のショップハウスからなる贅沢で豪華な美しい家です。バスルームがあったのでちょっと入ってみます。床のタイル柄がかわいい。階段のマジョリカタイルもかわいい。お腹が空いたので出てきました。マラッカの有名なチキンライスのお店、大きいチキンライスにやってきました。1時半でほぼ満席でした。相席で失礼します。日本で相席は苦手ですが、外国の相席は大丈夫です。メニューもなくチキンライスって感じで注文でした。あ、なんか子供の団体がいる。これが満席の原因かな。ライスボール5個とチキンで9リンギット、約420円です。それではいただきます。
肉はしっとり柔らかくジューシーでごま油が効いていて美味しい。ライスボールいただいてみます。チキンの出汁が効いていて美味しいです。若干ネチョネチョしています。辛いのを投入します。辛いの合う。美味しい。私が出るまでお客さんはひっきりなしでした。食後のデザートにやってまいりました。チェンドルという東南アジアのかき氷をいただこうと思います。それではいただきます。思っていたより器が小さかったです。見た目は地味ですが、とっても美味しかったです。砂糖を焦がしたようなスモーキーな香ばしさが鼻を抜けます。小さいのであっという間に完食です。一旦ちょっとホテルで休憩しようと思います。フレッシュレモネード3リンギット約105円です。これは安くて美味しいので毎日飲みました。しくじりました。2時間も昼寝してしまいました。夕飯を食べようと外に出ましたら雨が降っていました。雨がひどくなってきたので、なんかちょっと怪しいスーパーに入りました。アジアによくある蛍光灯の寒々しい照明のお店です。これちょっとかわいい。これとか持って帰れない。かわいい。アイスとかもかわいい。あとビールがないかなーって探してるんですけど、ないんですかね。食器コーナーとかもあって、金箱。スイカのコップ買えばよかった。後悔。これ何ですかこれ。これ何ですかね。なんでこんなの買ったのかちょっとわかんないんですけど、ビニールの紐を買いました。蛍光のピンクが可愛かったからです。超めんどくさそうなんだ。結構時間潰したので雨止んでるといいな。雨ですね。しょうがない。行きたかったご飯屋さんが休みでした。途方に暮れてさまよいます。ニョニャレストランにやってきました。ニョニャ料理とはマレーシアやシンガポールで中華系移民の男性と現地女性との結婚から生まれたプラナカン文化の料理のことを言います。それではいただきます。ラクサをオーダーしました。13.9 リンギット約490円です。エビがちょっと苦手なんですけど、やっぱりエビの味しました。でも辛さで麻痺してきました。美味しいです。そして今日もビールを飲むことができなかった。とっても残念であります。雨が激しくなってきました。お店も閉まっているのでホテルで洗濯をして休みたいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。皆さんこんにちは。一人で旅をしているプ
プリンです。マレーシアのマラッカ3日目の朝です。猛烈な腹痛で目が覚めました。東南アジアの旅の恒例デトックスが始まりました。相当ひどいですが朝食に行こうと思います。腹痛のせいで出遅れた。本日は2番手でお気に入りの端の席が取れなかった。Welcome. オーダーしたおかずが届きました。オムレツに目玉焼き、ソーセージにクロワッサンです。どんだけ卵好きなんだか。コレステロールが気になりますが、いただきます。全然関係ないんですけど、今年の健康診断の結果、総合判定が C 判定でした。視力の異常と脂質代謝異常と腎尿検査異常が見つかりました。あと高血圧です。全然反省しないところがいつもの食べっぷりに現れていると思います。反省していませんが、いつまでも美味しく食べれるように健康でいたいものです。今日はホテルの自転車を借りて出かけようと思ってたんですけど、雨です。マラッカの名産の黒糖グランマラカを買いに来ました。あ、かわいい。ハマチ。わかんないか。救世主の孫現る。3？ 安っ。わー。じゃあこれ。3？ 3リンギットは日本円で約100円なので嘘かと思い何回も確認します。小心者の日本人。ちなみに日本の黒糖はサトウキビが原料ですが、マラッカはパルミラヤシなどの樹液を煮詰めて竹筒で固めたものです。ちょっと焦がしたような香ばしさがあるのが特徴だそうです。現在では 100% 純度のグラマラカは少ないそうです。純度の高いものほど黒い色をしているそうです。ファミマがあったのでちょっとパトロールします。地域の特色を表すラインナップですね。ファミマでパトロールしている間に大雨になりました。またファミマに戻ります。何かよ、何かでザルザルじゃないか。ホテルで1時間待機をして雨が上がったので探検を再開します。婚礼用のカゴかな。かわいいですね。マラッカのリトルインディアにやってきました。今回のマラッカの旅で一番気に入った一番おすすめの場所にやってきました。ヴィンテージグリーンカフェにやってきました。お店の中はアンティークやポップな雑貨、古本など所狭しと並んでいます。お店の方の英語が堪能すぎてわからないけど、とりあえずイエス。
時が止まったようなノスタルジックな雰囲気のとても魅力的なお店です。お店の中のものはすべて売り物だそうです。グリーンジュース10リンギット約340円です。グリーンジュースはライムとジンジャー、セロリとアップルのミックスジュースです。氷なしでお願いしました。さっぱり爽やかでとっても美味しいです。このアルバム欲しいと見てたら中に写真が入ってました。フルーツプレート15リンギット約520円です。お腹がちょっと痛くてデトックス中だったのでフルーツプレートだけにしておきます。明日が移動の日でクアラルンプールに戻ります。2、3時間バスに乗りますので何としてでもお腹は治しておきたいです。ホテルに一旦帰った時に薬を飲もうと思ったのですが、どこを探してもない。スーツケースをひっくり返してもない。どうやら日本に薬の袋を置いてきたらしいです。たまにやらかします。ということで明日のバスは危険な旅決定です。このグラス買いました。お店の奥のおトイレをお借りしました。可愛いものが溢れています。残念。放浪のお盆があるか聞いたところです。小さいサイズの放浪はもうあまりないそうですが、一つだけ購入しました。ものすごい可愛いです。お店の方もとってもフレンドリーで親切です。グラスが2つと放浪1つ、カフェ代金含め全部で116リンギット約4100円です。カードも利用できますのでワイズデビットカードで支払いしました。デビットカードなら安心です。レトロなお菓子屋さんを発見したのでちょっと潜入してみます。お菓子の問屋さんみたいですね。かわいいお菓子が所狭しと並んでいます。これ買いました。マダムキングス来た。マラッカの老舗デパートマダムキングスにやってきました。こんなかわいい食器が売っています。中華系のお店を発見しました。かわいい放浪のグッズがいっぱい売っています。落としそうになりました。危ない。すごいね。セブンイレブンを発見しました。ビールがあったら買うつもりです。ビール発見しました。11 ringgit 60 sen. 11, 11 1, okay, 60 sen. Yeah. You have time? Yeah. Okay. Okay, done. Thank you. Thank you. やっとビール手に入れました。かわいい。キティちゃんとかクロミちゃん。やっと着きました。この橋を渡るのかな。マラッカのちょっと郊外にありますカンポンモル店にやってきました。行くんですね。マラッカのマレー家屋は高床式でお菓子のようなカラフルで可愛い家が多く、それらの家が見学できるとのことでやってきました。まさか来たんだけど空いてなくて入れませんでした。超可愛いんだけど色合いとか。見学したかったお家が空いていなかったので、その周りの村を見学したいと思います。
ですか？先ほど閉まっていたビラセントーサが開いていたので見学させていただきます。色合いとか可愛いですね。タイルも可愛い。可愛い。お腹痛いのも布団だ。あ、こちらのご主人がいました。Hello. So cute. Yeah, Japan. Yeah. Yeah, so cute. Yeah. Beautiful. So this 3rd October this year Yeah. will be 101. Wow. Yes. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Okay. You want to take photo of yourself? Can take. Yeah. Thank Yeah. you. No, thank you. Yeah. ありがとう。Thank you. Bye bye. ありがとうございます。In Malaysia, they call it terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ya, ya. Sama-sama. Okay. Bye-bye. Bye. Okay. Bye bye. Come again. Yeah. Yeah, I'll come again. Thank you. ありがとう。バイバイ。面白いのが裏にビルが出て。スーパーの入り口でワンコが寝てます。かわいいキティちゃん号を発見。マラッカの中心地に戻ってきました。また街中のお店を冷やかしつつ、こちらの鉄格子の奥がレストランになっているようです。ボタンを押してしばし待ちます。夕方の5時には閉店してしまうので急いできました。お店の方がエントランスまで迎えに来てくれます。アートなプラナカン屋敷のカフェザ・バブーンハウスにやってきました。とても雰囲気があって素敵です。マラッカ最後の夜、今日こそビールを飲むぞという意気込みでやってきました。こんなに奥に長いとは驚きです。あと1時間ぐらいで閉店なので割と空いていて素敵な席をアサインされました。とってもおしゃれです。お店の Wi-Fi につないでオーダーは QR コードでする式です。2日ぶりの麗しのビール、本当に飲みたかった。ヘタっぴ泡だらけ。これが私の幸せ。全然関係ないんですけど、旅でも日常でもないものを嘆くより小さな幸せを数えた方が人生が豊かになると思うんですよね。幸せなんてささやかで小さくていいと思っています。自由。いつまでも小さな幸せに気づける自分でいたいなと思っています。皆さんの小さな幸せあったらコメントで教えてください。そして店内は本当に素敵。貞子の井戸みたい。ちょっと怖い。水が溜まっていて本物でした。ビッグサイズ。すごい。見てください、この大きさ。おいしそう。アロハバーガーのハニーマスタードチキンバーガー32リンギットです。日本円で約1100円です。スイカが付け合わせって珍しいですね。甘い。カリッカリのポテト。うわ、これすごい美味しい。
ハンバーガーかぶりつこうと思ったんですけど、顎外れますね。海外で顎外れて病院とかは嫌だな。ハニーマスタードチキンだけいただきます。おいしい。これはフォークとナイフを使って食べるハンバーガーですね。バンズも柔らかくておいしい。お肉はとってもジューシーで、マスタードソースとのハーモニーが絶妙です。上の黄色いのがパイナップルの輪切りです。結局はこういうことになります。バラバラです。ハンバーガーは手間がかかっていて、野菜もすごく新鮮で、今回のマラッカで一番の美味しさでした。本当に美味しかった。ごちそうさまでした。お会計はビールとハンバーガーとサービスチャージで 53.9 リンギット、日本円で約1900円です。食後のデザートに行ってみましょう。オリジナルチュンドル8リンギット、日本円で約280円です。とても人気のお店みたいなので楽しみにしています。かき氷の横に緑の虫みたいなのがついています。氷の削り方がふわふわすぎるのか、もう溶け始めていますね。謎の緑虫を雑に投入。いただきます。美味しそう。グラマラカのシロップのスモーキーな焦げたような香ばしさがすごく美味しい。ただあっという間にほぼ液体になってしまいました。小さいお店を覗きながらホテルに帰ります。これ買いました。なんか宝物がある予感がします。もう閉店の時間だったのでパッパと見てグラスを購入して帰りました。マラッカに来た初日から見かけて飲みたかった丸ごとスイカジュースをやっぱりいただくことにしました。小さいスイカを丸ごとジュースにします。1 minute. Dagang sikit kuat lah. お店の方すごく丁寧で優しかった。これ持って帰ります。これめちゃくちゃ重たい。すごいでしょこれ。いただきます。100% スイカジュースは粒々が残っていて冷たくってとっても甘くってすごく美味しかった。すごい美味しい。この人腹壊していて明日 2,3 時間のバスの移動があるのに全部飲んじゃったみたいです。結局のところ水分取りすぎで夜中に5回もトイレに起きました。そりゃそうだ。なんかね、入った瞬間に匂いがする。やばいんだけど届かないやん。全然届かないやつだね。皆さんこんにちは。一人で旅をしているプリンです。マラッカ4日目の朝です。午前10時にホテルをチェックアウトしてバスでクアラルンプールに向かいます。ホテルの朝食に来ました。こ
ちらの黄色いマシンは何かというと、温泉卵を作るマシンです。こんなシステムです。今朝は一番乗りで朝食に来れたので、お気に入りの八の席です。八の席好きです。このマシン欲しい。朝食が届きました。目玉焼きとソーセージ2本とクロワッサンです。右端のオレンジジュースは持ち込みです。昨日に引き続きお腹は痛いので少なめにしました。っていうかオレンジジュースってお腹にあんまり良くないですよね。でも捨てるのはもったいないので飲みました。昨夜丸ごとスイカジュースを全部飲んだせいで夜尿症になりました。若干寝不足です。この温泉卵マシーンのお湯が全部下に落ちると出来上がりです。すごいいい感じの硬さ。ちょろっと醤油なんかを垂らして、美味しい。元気になる気がする。温泉卵好きだから本当にこれ欲しい。とっても名残惜しいですが、部屋を整えてチェックアウトの準備をします。ルームキーケースもかわいい。テストステロン注入。エレベーターがないのでスーツケースは自力で下ろさなくてはいけません。本当に素敵なホテルでした。またいつか来たいです。クラブのタクシーでバスステーションまで向かいます。私のやり方が悪いのか、なんかすんなり出会えませんでした。一番安いので行きます。バスステーション。マレーシアの休日で道が混んでるかなと思いましたが、そうでもなくて15分でステーションに到着しました。ここまで8リンギット、約日本円で270円です。安い。バスステーションにはローカルのお店がいっぱいで、携帯のアクセサリーショップやバッグ、スーツケースのショップなどが入っています。なんかお宝がある予感。この時計買いました。まだ時間があるので AA マートというコンビニをちょっとパトロールします。パンダンリーフで色付けされた緑色の食べ物がいっぱい売っていました。バスのゲートは2カ所あり、 ABC と DEF に分かれています。手持ちのマレーシアのお金がほとんどないので5000円だけ両替をしました。12時発の TBS 行きに乗ります。時間通りです。出発の30分前になりましたのでゲートの中に入りましょう。ちなみにクアラルンプールまで約 2,3 時間の旅で12リンギット、日本円で約410円です。なんか叫んでる。もしかしたら私の便かもしれない。何言ってるかわからないからとりあえず聞くことにします。あ、違う。実に分かりづらくて不安になります。やっとお呼びがかかりました。まだこれこれ17番のバスに乗り込みます。テストステロン注入。すべて自力で頑張ります。重たい。
手伝ってあげたりなんかして。あ相変わらずパリピなシート。乗る前にトイレも2回行ったし、ヤクルトも飲んだし、大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。なんと爆睡している間に2時間半でクアラルンプールに着きました。しかも優しいのが後ろの席の人が起こしてくれて到着を知りました。お腹も無事でよかった。でもとりあえずトイレに行きます。こちらがクアラルンプールのバスステーションです。トイレとりあえずトイレに入ろう。ただいまの時間は2時22分。大都会すぎてわからない。本日のホテルが KL セントラルにありますので、ここからまた電車で移動します。これでいいか。これか。電車の券売機ってこれ？とりあえずなんとなくフィーリングでタッチしてみます。あっちの方がいいんじゃない？あっちにしようかな。あっちにしよう。今日感じ悪かったでしょ。だって買えたけどこれ一人じゃ買えませんでした。ローカルの電車に乗りたかったので違う電車に来ました。ただですね、券売機がわからなすぎて、私のせいですごい行列になっていたんですけど、私の後の人たちもわからなかったみたいです。その辺にいる人に聞いてやっと買うことができました。わかりづらい。むずい。ホームに着きました。電車の運賃が 2.24 リンギット、約日本円で84円でした。券売機はクレジットカードしか使えなかったです。ここから地獄が始まります。全然来ません。30分経ちました。電車は来ません。本当に来るのでしょうか？1時間待ってやっと電車が到着しました。こんなんだったらケチン内で高いお金払って早く行けた方が良かった。せこいからこうなるんだな。そして電車に乗ったら乗ったでなかなかの車両で、飛び石ですかね。到着駅名のアナウンスがなかったり、電気が真っ暗になったり、なかなかでしたが無事に KL セントラル駅に到着です。みんなが行く方についていきます。じゃあイエーイ。やったー。クアラルンプール来たー。これで今度どっち行くんだ？マジでやっと着いたよ。よかった。好きじゃないね。かな。お腹すいた。マック食べたい。こっちっぽいのでこっち行きバますス移動でトイレに行けないのが怖かったので、お腹は空っぽにしてあります。ペコペコです。これでいけんじゃねえです。ホテルへはショッピングセンターを通って雨に濡れずに行くことができます。めっちゃいい。駅から歩いて本当
当に近くでした。めちゃくちゃ近い。 Thank you. Hi, chicken please. Hi, my name is. So this one is not paid yet. Total price is 147. Yeah. インド人街にありますイージーホテルにチェックインです。デラックスルーム147リンギット、日本円で約5070円です。よいしょ。なんか喋ってる。ということでやってきました。なんかね、入った瞬間に匂いがする。電子ケトルにコーヒーセットにお水、歯ブラシ、ティッシュ。やばいんだけど。電話でしょ、ダブルベッド、テレビ、トイレがあって、シャワーは可動式。なんか怪しいなこれ。あれかな、どこかに出るのかな。これでなんかサンダルでやるのに怖い怖い。でシャワージェルとシャンプーと、これが石鹸、ティッシュ、シンク、綺麗ですね。タオルは2個。届かないやん。全然届かないやつだね。ということで自撮り棒でつっついて落とすことにします。全然届かない位置にバスタオル。私の海外あるあるです。そしてですね、Wi-Fi が全然つながらないのでフロントに行ってスタッフ用の Wi-Fi につないでもらいます。だって早速探検に出かけたいと思います。ホテルの周りはインド人街でインド関係のお店がいっぱい並んでいます。ありました。多分これで行けば行けるのさ。ホテルの人に聞いたらチャイナタウンに歩いて 2,30 分で行けるとのことで向かっています。結構人いないし足元も悪いし人もいないし、この辺で歩いてきたことを後悔しています。怖い。帰りは電車で帰ろう。安定。しかも途中でホームレスにお金ねだられた。怖い。歩いた、着いた。これじゃないか。これで行くんじゃないか。ホテルの前の道をずーっとまっすぐ来て、だいたい20分ぐらいでここまで来ました。ホームレスが結構いるのと交通量が半端ないのでやめればよかった。怖い怖い、危ないね。危ない。反省です。これを上がって橋を渡って、この大きな橋を渡るとチャイナタウンがあるはずです。だいたい人の後ついてけば着くはずです。あそこじゃねえか、チャイナタウン。行きましょう。ちょうど雨も止んできました。よかったです。チャイナタウンに着いたっぽいですね。屋台や露店が軒を連ねています。わーい。とっても賑やかな通りにやってきました。チャイナタウンのメインストリート、ペタリン通りにやってきました。迷路のように細い路地が入り組んでいて、たくさんの雑貨店が道を埋め尽くしています。偽物のブランド品がいっぱい売っている印象です。
赤いやつばっかりですね。偽物とかはいらないから。そんなことより何より早くビールが飲みたい。あらかじめ調べていたチキンライスのお店に急ぎます。土鍋のチキンライスを食べに来ました。5時45分に到着。人気の店で並ぶとのことでしたが、並ばずに入れました。タイガービール11リンギット、日本円で約380円です。取れてなかった。録画するの忘れてました。取れてなかった。これ2回目の乾杯です。まさか取れてなかった。続々とお客さんが入ってきます。朝から何も食べてなかったすきっ腹に聞いてきます。クライポットチキンライスの小13リンギット、日本円で約450円です。いや、これどうかな。それではよく混ぜていただきましょう。思っていたより美味しかったです。醤油はコクはありませんが、醤油の焦げた感じが香ばしく、見た目より美味しいと思います。これ調理してる人めちゃめちゃ熱そうでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。空腹にビールが結構きました。酔っ払ってます。食べたい。フルーツがすごい美味しそう。食べたい。酔っ払ってるからはちゃめちゃでアイスクリームに走りました。チャイナタウンの北西にありますセントラルマーケットにやってきました。マジョリカタイルみたい可愛いです。マレーシアの民芸品や近隣諸国の雑貨、食料品やお土産物などを扱う小さなお店がぎっしりと軒を連ねています。日本にはないミロのエナジーキューブ買いました。マレーシアの駄菓子屋さんみたいなところがあり、こんなレトロなもの、こんなものとかがありました。これって口の中でパチパチするやつじゃない？これなんだろう、なんすかね。これから電車で KL セントラルまで帰ろうと思います。全然わからないけどフィーリングで買っていきます。私より前からいて買えてない人がいる。 Where is go? I'm going to Subang Along. Do ko? これ Subang Along. で How much? English? Cash? Cash. Yeah. 410. Yeah. Cash. Okay. Okay. Cash. Subang Along. OK? で、ここ。Thank you, sister. Yeah. Okay. Good. インド人の若い青年でした。わかんないよこれ。私本があるから買えたけど、地球の歩き方なかったら買えなかった。マレーシアの電車は思ってたより結構難しかったです。電車のトークンはこんな感じ。あっという間に自分の駅に着きました。なんだ、電車で行きも行けばよかった。
楽しかった。明日は移動日でビジネスクラスで台湾に向かいます。へっぽこで楽しい旅が続きます。また次の動画で会いましょう。